まずはユウの一人で喋ってみようのコーナーからスタートです。今、ウォーカー系のフリーペーパーがついて皆さん知っていましたか？実はかなり種類があるんです。入手しやすいのは高速道路情報満載のハイウェイウォーカー、そして熱帯魚やアクアショップ情報が充実しているアクアリウムウォーカー、さらに犬猫好きに向けたワンニャンウォーカーというものがあるんですよ。その他にも日本ウォーキング協会の会員に向けたウォーキングライフバイ大人ウォーカー、成人式を迎える人を対象に年1回だけ発行している着物ウォーカーなどといった顧客配送や特定の人に向けたマニアックなものがあるらしいです。私的には地震予知ウォーカーが出たらいいなぁなんて思っています。ということでタイトルコールいきますよ。ユウのやればできるラジオ。皆さんはじめまして、ユウです。ユウのやればできるラジオ、記念すべき第1回目が始まりました。この番組はユウのユウによるユウのための一人喋りラジオです。ユウのためののユウはあなたという意味のユウとかけているので、別に番組を私物化しているわけではありませんよ。リスナーの皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っています。ということで、私のことを知っている方、知らない方もいらっしゃると思いますので、まずは自己紹介をさせていただきます。私の名前はユウです。アルファベットでユウと書きます。お仕事は主にアニソンの作詞や作曲をしています。出身は神奈川県、6月25日午前3時12分生まれで、動物占いではクリエイティブな狼です。血液型は B 型じゃないかと疑われている A 型。基本的に適当お任せがモットーです。好きなものは甘いものと甘い言葉あとはお料理だと家ですね。家の中が好きです。家から出たくないですで、嫌いなものは地震が怖いですね。幽霊とかよりよっぽどリアルで怖いですと、ざっくりこんな感じです。こんな私ですが、皆さんどうぞよろしくお願いします。ではここで一曲お聴きください。魔界天使ジブリールエピソード2オープニング曲、リトルマイスターです。
トルマイスターでした。この番組はフロントウィングの提供でお送りします。さて、ここからは皆さんに私のことをもっと知ってもらうために、番組のスタッフの方が用意してくれた10個の質問を略して10個にインド人もびっくりするくらい素早く答えていきたいと思います。では、いきます。和食派？洋食派？和食派。猫派？犬派？犬派、もちろん。朝型？夜型？夜型。活字派？漫画派？もうバリバリ漫画派。アウトドア派？インドア派？めちゃめちゃインドア派です。運はいい？悪い？いいと思いますね。いいと思います。パジャマ派？ジャージ派？もちろんジャージです。生まれ変わるなら人間？それ以外。どうしよう。人間だったら女。それ以外だったらイルカ。神様。神と呼ばれたいです。愛したい派？愛されたい派？愛されたいですね、やっぱり。ズバリ SM。これね、なんとなく思うんですけど、普段の態度は S ですね、多分。でも多分 M だと思います。どんな犬を飼ってる？ダックスが2匹いますね。ダックスといってもミニチュアダックスとカニヘンダックスって言って、カニヘンの方はミニチュアよりもっとちっちゃなダックスで 2.5 キロぐらいです。ガリガリです。なんか風呂とかに入れるとめちゃめちゃ棒みたいになって、すごい風呂が嫌いな子なんですけど、名前はルカとティティ。暴れん坊の方がティティですね。アウトドア派、インドア派。家で何してる？家ではほぼ仕事、宅録なんですね、うちで。家でもうずっと引きこもって作曲して作詞して歌を歌って、あとはもう昼寝と犬と遊んで、あと料理ですね。料理、お腹が空いたらダメなので、歌えないので。和食派と洋食派だったら和食派なんですけど、なんかこういつもレシピを見てやってるんですけど、和食洋食に分けてて、体調がいい時は洋食で、体調が悪い時は和食にしてます。なんで？お腹が痛くなるから。めちゃめちゃケーキとか好きなんですけど、なんかこうちょっとこれぐらい食べただけでお腹が痛い。でだからめちゃめちゃなんかそういうのがあって、健康オタクなんですよ、おそらく。もし神様になったら何をする？自信をなくす。自信ね、なんか生きていけない感がある。なんか来て例えばなんかもうとにかく怖くて家から出れない。なんか例えば外でエレベーターの中で地震にあったらと想像しただけで、前10階に住んでたんですよ、家の。それであまりの怖さに、なんか今日来るかもしれないと思って、リュックの中にカロリーメイトとか水とか入れてエレベーター乗るぐらいの根性です。でもなんか買い出しとかに行くじゃないですか、家から。で帰ればこうスーパーの手提げ袋にたくさんご飯の材料が入ってるので、強気でエレベーターに乗って帰れるんですけど、行きに怖くて階段降りてせっせと犬の散歩行く時も犬キャリーバッグに入れて、もうなんか7キロぐらい抱えて、しかもリュック背負って10階から降りてウォーキングですね。ウォーキングですそれであまりの地震の怖さに自宅にプチスタジオを作りました。東京に歌いに行くのが怖いです。今もちょっと怖いです。今東京にいます。バル買った。スタジオの扉が結構重いんですね。防音扉って言ってすごい重い、こう女の力じゃ結構ギリギリみたいなやつなんですけど、それが地震で例えばドアがくっついちゃって開かなくなっちゃった、曲がったりとかしてね、開かなくなっちゃいけないと思ってホームセンターに行って、こんな何センチぐらい、1メートルぐらいあるバールを
買ってきたんですね。いつもこのブースの中に置いてます。それをでもそれがちょっと使おうと思ってこうフリフリしてたんですけど重くて無理だと思いつつも一応置いてますとにかくなんかピンチの時はできる気がします。やればできる子なんで、こう例えばもう今は持てなかったとしても死ぬとか思ったらガーってできるような気がして一応置いてます。はい、これでまた少し私のことを分かってもらえたでしょうか。ということで皆さんも何か質問があったらぜひ番組に送ってきてくださいね。宛先は番組の最後にお知らせします。ではここで一曲お聴きください。魔界天使ジブリールエピソード3エンディング曲銀河系の宇宙の果てまでです。天使ジブリール3エンディング曲銀河系の宇宙の果てまでを聴きながらエンディングです。さて第1回目の放送が終わろうとしていますが、いやーあっという間でした。一人喋りをしてみた感想、字が読めないなんか宅配とかも読めなくなってちょっとやばいですね。漢字検定やった方がいいんじゃないかぐらいの。あと噛みます。神様じゃなくてこの神々の神様です私はすいません。さてここで私からのお知らせです。私ユウのベストアルバムユーマイスターフロントウィングコンプリートベストが5月30日金曜日に発売されます。そしてそのアルバムにも収録されている魔界天使ジブリールエピソード3オープニングテーマくるくるラブリーデイの着歌フルが超アニメのモバイルにて好評配信中です。そちらもぜひチェックしてみてくださいね。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。普通のお便り、番組を聞いた感想、果たし状などなども何でも送ってきてください。アドレスはできる@ニコアニチャンネル .jp ですね。やればできるはずなのにねできてるんでしょうかそれでは Q のやればできるラジオ、次回は5月13日火曜日の更新になりますので気をつけてくださいね。ということで最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございました。お相手はゆうでした。バイバイ。この番組はフロントウィングの提供でお送りしました。